皆さんこんにちは。新年初動画です。2026年もどうぞよろしくお願いします。早速なんですけど、12月に読んだ本の感想をご紹介したいなと思います。12月は10冊ほど読みました。最近だと結構多かった気がします。割と余裕があったので読む時間がたくさん取れました。はい。ではまず1冊目、レイチェル・カーソン、センス・オブ・ワンダー、森田正夫役とその続き。レイチェル・カーソンのセンス・オブ・ワンダー有名なんですけど、私は読んだことがなくてこの本で初めて読みました。前半にね、森田さんが訳されたレイチェル・カーソンのセンス・オブ・ワンダーが入っていて、後半はその森田さんのエッセイが入っているんですけど、またねそのエッセイがよくて、もうレイチェル・カーソンが見て触れていた美しい自然の景色から突然京都に舞台が変わって、でも確かに京都の街にもセンス・オブ・ワンダーがあって、こう自然がねキラキラと眩しく見えて夢見心地で読みました。こう現実離れしててファンタジー的な意味で美しい本とか文章って何度も今までに出会ってきたんですけど、この本はね事実とかもう目の前にある現実の自然をねとっても美しく表現していてよかったです。森田さんが豊かな感性で自然を見つめていて、それでいて文章の柔らかさとかみずみずしさがね感じられてね、とっても好きでした。壮大な視野から目の前の小さな奇跡みたいな自然を丁寧にね摘み取ってて、あっという間に引き込まれてしまう感じでした。森田正夫さん存じ上げなかったんですけど、どんな方かと思って調べたら数学系の研究をされてる方だったんですね。科学も文学もいけるんだっていう他にもねいくつか本を出されていたので、他の本もね読んでみたいと思うぐらい好きな文章でした。想定もね素敵で、これ中のね挿絵もすごい美しい本なんです。こういう本がね手元にあると幸せですよね。この中で森田さんがレイチェル・カーソンのセンス・オブ・ワンダーって未完なんですけど、未完であることの必然性みたいなのを森田さんが書かれていて、それがねすごく素敵な考えでね感動したんですよ。気になる方はね是非手に取って読んでみてください。次は上坂あゆみさんの地球と書いて星って読むなです。これは上坂さんのエッセイですね。もう上坂さん好きって感じですもう読んでいてちょっと憧れにも近い気持ちで、私と似ているところもあって、根拠なくねプライドが高いところとか似てました。でも私よりもむき出しの強さみたいなのがあって、綺麗事言わないすがすがしさがとにかくもうかっこいいって思いました。上坂さんは家庭環境が複雑でいらっしゃったんですけど、そんな家庭環境とか関係なく堂々としてて反骨精神にあふれてるところが本当にかっこよくて、そういうね自分ではどうしようもないこととか自分のせいではない理不尽に対してもひょうひょうとしてたんですよね。それがなんかすごく好きでした。好感を持ちました。この中で上坂さんと上坂さんのお母様と狩野英孝のエピソードがあって、それがすっごい面白かったんですね。すごい声を出して笑いました。辛いこととかに対して悲しみに浸ってね、ただ嘆くだけじゃなくて笑い飛ばしたいっていう人はぜひ読んでくださいね。強くなりたいです。次は国分光一郎さんの暇と退屈の倫理学。この本は、暇と退屈の違いについて哲学的だったり社会的だったり、とにかくありとあらゆる視点から深掘りして考えていく本です。この本の中にそもそも退屈とは何か
という問いの章があって、そこでねハイデッカーの退屈論を用いて紐解いていくのがめちゃくちゃ面白くて、やっぱり私はなんかハイデッカーの哲学をもっと知りたいかもと思いました。で結局暇と退屈の倫理学って何だったんだっていう結論は、もうこの本を通読しなければつかめないんです。でこの本を読んで自分なりの暇と退屈っていうテーマの受け止め方を作り上げていくことで初めて意味を持つ結論なんですね。なので気になる方はね、最初から最後までじっくり読んでみてください。でこれもう帯取っちゃったんですけど、オードリーの若林さんが哲学書で泣くとは思いませんでした的なことを書いていて、嘘だって思ったんですけど、確かにね感動するものがこの中にあったんですよね。私はね泣きはしなかったんですけど、なんかこう退屈との向き合い方を模索して退屈と向き合いながら生きられるようになった人は、自分だけでなく他人に関わる事柄を思考できるようになるって書いてあって、もうジーンとしましたね。私のね感想だけ聞いても響かないと思うので、一緒にね感動したい方は読みましょう。次はアンソロジーの美味しそうな文学です。このね寺岡夏実さんの可愛い犬のカバーが癒されます。これは食エッセイのアンソロジーじゃなくて、食と文学のエッセイアンソロジーなんですね。なのでたくさんの小説とかエッセイがこの中で紹介されてます。でそこにその小説とかエッセイの中に出てくる食べ物がどうだったとか、自分はこう思ったとか書かれてるんですけど、もう食べたくなるし読みたくなるんですよね。こう紹介されてた作品だったり、知らなかったけど好きな著者だったり、また欲しい本が増えてしまいました。未だね出会ったことない作家さんに出会えるのがこのアンソロジーのいいところですよね。面白かったです。と次は小川聡さんの言語化するための小説思考。これは新書ですね。でもすっごい面白かったです。もう読んでて発見もあるし、思っていたことを分かりやすく言語化してくれるし、小川聡さんいろんなところでもしかしたらエッセイとか書かれてるかもしれないんですけど、もしねそういうのがあったらそれを集めた随筆集みたいなのを出してほしいです。小説じゃない素の文、もしかしたらこれも素の文じゃないかもしれないんですけど、それがとにかく読みやすくて、話してる内容がね素直にね入ってくるんですよね。小川聡さんの頭の中をちらっと覗けたようでとっても良かったです。で最後にエデンの東っていう短編が入ってるんですけど、この中にこれまでねこの本で小川聡さんが解説してきたことをギュッギュッとね詰めたような話になってて面白かったです。その演出がねまた良かったです。続いて工藤レインさんのもうしばらくは早歩き。これは楽しみにしていた新作エッセイです。で旅エッセイかと思っていたら移動手段に特化したエッセイで珍しいなって思いました。でやっぱり読んでね、私は工藤レインさんの等身大な文章がすごく好きです。この中で過去の楽しかった回想がたくさん入ってて、その部分はね笑いながらね面白く読めるんですけど、最後のね1行2行でふっとね現実に戻されてノスタルジーを感じるっていうねいい読書体験をしました。面白かったです。続いてレイ・ブラッドベリー、入れ墨の男。これすごい良かったです。この中に入ってる、有名な万華鏡っていう短編があるんですけど、これが本当に良くて、簡単にちょっと説明すると、あるロケットに何かが衝突して、その衝撃で乗組員たちがちりぢりに宇宙空間に放り出されてしまうんですね。でその 100% 救いのない状況で自分たちの命が尽きるその時を落下しながら待ち続けてるんですよ。で主人公のホリスがいよいよもう落下するぞっていう時に
本当に小さな小さなね奇跡が起きるんですね。もう本当に鳥肌でした。もう素敵すぎて、この万華鏡を読むためだけにこの本を買う価値はあるとね、私は思います。でその万華鏡の次に入ってた形勢逆転っていう話もよくて、これはねアメリカ社会に対する皮肉がたっぷりだと思うんですけど、あらすじは20年前に火星に連れてこられた黒人たちが初めて白人が火星にやってくるぞっていうことで、過去の不遇をね彼らにも味合わせてやろうって武器をね手に歓迎するんです。で実際に白人が降り立ってどうなったのかっていうところがこの話のミソでありネタバレになるのでお話はできないんですけど、もうねこれはどの時代でもきっと刺さるテーマでもあって、どの時代に生きていても読むべき一編だと思いました。そんなお話です。よかったです。もう一つね、この中の短編で亡命者たちっていう短編が入っていて、どうも華氏451度と同じような世界線じゃないのかなって思いました。今は亡き名だたる古典作家たちが続々と登場するんですけど、現世では自分たちの本が禁書として焼かれていっているっていう設定のストーリーなんですね。華氏451度をね読んだことがある人が読むとよりね面白く読めるかもしれません。最高でした。お次は村山咲さんの不思議カフェ猫耳です。こちらはいつも動画を見てくださっている方がおすすめしてくださった本です。久々にねこんなに心温まる小説を読んだ気がします。簡単にあらすじを紹介すると、つつましやかに生きてきた主人公の女性がメロディっていう名前の黒猫と一緒にとある奇跡がきっかけで世界中を旅することになります。でそこで出会う人々にちょっとした奇跡を届ける、そんなお話です。なんか嫌なことが何一つ起こらなくて、すごく安心して読むことができました。主人公のね律子さんがとっても素敵で、魔法で旅する生活も憧れるし、丁寧な生き方に感化されて、私も今ね絶賛丁寧に暮らした域に突入してます。すぐね影響されるので。で主人公と黒猫のメロディーがね再会したように、それぞれのねお話も再会がテーマになってると思うんですけど、その再会のシーンでね毎回涙目になるぐらい感動してしまいました。切ない展開にねしっかり光が差すようなラストですごく安心したというか、読んでいてほっとしました。大人の童話だなって思ったんですけど、文庫版の後書き曰く村山咲さんはこの小説を書くにあたって読者想定をね行っていたようで、昔絵本とか童話を読んで魔法の世界に憧れていた心を密かにしまっている大人の女性をターゲットにして書かれたようです。とっても良かったです。おすすめしてくださってありがとうございます。続いてステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ビオラ、植物は知性を持っている。これも面白かったです。植物学の知識どころかガーデニングの経験すらない私なんですけど、それでも興味深い内容が多くて楽しんで読みました。でこの本はタイトル通り、いかにして植物は知性を持っていると言えるかっていうのを植物学者の研究結果とか論文とかを参考にしながら説明しています。例えば植物は動物が持つ五感以上にたくさんの感覚器官を持っているとか、植物も睡眠をとるっていう研究結果もあるとか、本当に知らなかったことだらけで読んでて面白くて学びにもなりました。植物以外にもね、この知性とは何かっていうところから掘り下げていくのもね、新しい考えが知れて面白かったです。最後の一冊です。しめのなぎさんの独り言の多い博物館。これも先ほどと同様に不思議カフェ猫耳をおすすめしてくださった方がおすすめしてくれた本です。これもとっても良かったです。ディスカリキュアという数学障害を抱えている男性が主人公なんですけど、数学障害というのを知らなくて数の概念とか計算が困難になる症状みたいです。
でその主人公が別れの博物館っていう人々がもう不要になったものを保管しておく博物館があって、そこの館長をねやることになるんです。でその主人公には不思議な力があって、それはね物が語りかける声が聞こえるっていうものなんですけど、だからタイトルの独り言の多い博物館なんですね。物が一人でに語っているから。でその博物館に持ち込まれた者たちが語るお話が5編入っています。それがねどれも良かったです。少しね切なさもあって、で私椎名の凪さんの小説って初めて読んだんですけど、文がめちゃくちゃ好みでした。感情とか心の動きをそのままこう悲しいとか嬉しいとかって書くんじゃなくて、情景描写に載せるのがすっごく上手だなって、ちょっとなんか上から目線になっちゃうんですけど、すごく上手で、それをねその感情をね想像しながら読むのがすごく良かったです。おすすめしてくださってありがとうございました。以上、12月に読んだ本10冊の紹介でした。今月もすでにいろいろ本を読み始めているんですけど、毎月恒例みたいな感じでその月に読んだ本の紹介をしていけたらいいなって思ってます。この4冊はロンドンの老舗書店チェーンのウォーターストーンズで購入した4冊です。簡単に買ったものを紹介します。こちらは小説ですごく装丁が素敵だったので思わず手に取ってしまいました。ここにねあらすじが書いてあるんですけど、第二次世界大戦後にこのイザベルっていう主人公がお母さんの田舎のうちでストイックな生活をしているところにお兄ちゃんがやってくるんですけど、こう破天荒な彼女を連れてくるんですね。それでイザベルの生活は一変してみたいな感じで進んでいくみたいです。面白そうです。でこっちは回想録ですね。でこれは完全にジャケット買いで全然知らないものだったので前情報なしに購入しました。でパラパラっと見たんですけど、こう写真がね入っていて、どうもねこう美しい本っぽいので文章を楽しむ本なのかなと思います。でこっちもジャケット買いです。全く知らない本なんですけど、作者のローリー・リーさんなのかなの子供時代を振り返った回想録みたいですね。すごい可愛い。ここに挿絵とか挿絵が入ってる。素敵な本ですね。
楽しみです。でこちらは童話ですね。バレーシューズ、日本でも翻訳本が出てる子供の本で、私はねちょっと知らなかったんですけど、この話はどうも3姉妹が主人公みたいで、家計を助けるためにそれぞれちょっと夢に向かって進んでいくみたいなお話っぽいです。若草物語とかね、姉妹系のお話に弱いので楽しみです。中に挿絵が入ってますね。こんな感じで入ってますね。表紙もすごく可愛いです。キラキラしてます。でこの残り6冊はさっきのトートバッグのトーントブックスで買った本です。全部で10冊買いました。こちらもちょっと紹介します。この本はもともと気にはなっていたけど買わなかった本で、表紙がね素敵だなって、なんか面白そうって思ってたんですね。でこのしおりをね毎回入れてくれて可愛いんですよ。6冊分全部入ってます。嬉しいです。大事に使いたいと思います。文庫よりは若干大きいのかな。なので単行本とかにね、洋書とかに使いたいです。でこの小説は恋人と別れた男の人が家もないしキャリアもないしで、なんか自分以外の人がみんなうまくいってるように見えるみたいな感じの状況で、どうやっていくかっていう話なのかな。これなんか面白いですね。失恋の海に流されてって失恋をしたことでどう変わっていくか、どう変化していくかっていう話ですね。でこれもね気になってた本で見つけたので買いました。なんかファンキーなおばさん、ワンちゃんも可愛いです。なんかこれって結構洋書っぽい表紙というか、私が結構想像するザ洋書っていう感じの表紙ですね。でこれは、ダフネっていう人が主人公で、あることがきっかけで10代の父親とか、あと子供が巣立った親と、かつて俳優だった人と出会うのかな。出会うけど、彼女が想像もしなかった背景を抱えているっていうね。でその背景が明らかになっても、明らかになった上で友情は乗り越えられるのかみたいな、ごめんなさいちょっと説明が下手で、こんな感じです。なんかね結構笑えそうな感じの感想がねあるので面白いのかなと思います。で次はこれは愛についての対話を記録したものなのかな。ここにねこの対話をしてそれが記録されているみたいな感じです。表紙に惹かれて買ってみました。かわいい、色使いがいいですね。このフォントも好きです。で次もエッセイで愛についてのエッセイですね。このタイトルがいいですよね。なんか結構いろんなところで評価されてる気がして、この本は気になってました。ちなみにこの人、同じ人が書いてます。でこれはもう完全にジャケット買いでした。面白いですね。ジョージの書、ジョージの本、こ
こがね結構読むと私たちはみんなジョージを知っているって、可能性はあるんだけどもやり遂げられないタイプの男で彼女がいるけど好きかどうかはわからないけどで母親とは疎遠だけどでも頼りにはしている。でいつか自分の小説を完成させるんだと誓っているっていう、ダメ男の典型みたいな感じなんですかね現代の平凡な男性をモデルに書かれた本なのかなと思っています。面白そう。表紙がかわいい。でこれもねエッセイでサイクリングに関するエッセイだって書いてありますね。でいろんな人が書いてるんですね。サイクリング知らないんですけど全然やらないし自転車も乗らないしなんですけど気になって買ってみました。でこれはサイクリングに関するエッセイでいろんなシリーズが出ててガーデニングもあったんですけどでキッチンのエッセイがあるのも知ってたんですけどそれはちょっと見当たらなかったので買わなくてこのちょっと爽やかな表紙のサイクリングを選んでみました。こんな感じで10冊も洋書を買ってしまったんですけど最近はもう本当に全然読んでません洋書は。でもこっちでね買って日本に帰ってからじっくり読むっていうのもいいと思うので日本でね買うというよりも安くは済んでるはずなのでいろいろ気になるものはねちょこちょこ集めて持って帰りたいと思ってます。